こんにちは。TTS の川本です。この動画ではスマートフォンアプリを使った 3D 計測について紹介します。SFM 系のアプリを実際に使いながら、写真測量の特徴や原理的な限界、そしてそれに由来した活用ポイントについて解説します。よろしくお願いします。冒頭で使った SFM という言葉は、ストラクチャーフロムモーションの略で、多数の写真から 3D データを生成する技術です。写真測量やフォトグラメトリーと呼ばれる場合もあります。ただし弊社ではフォトグラメトリーという言葉を別の技術に対して使う場合があるため、今回は混乱を避けるために SFM に統一して話を進めます。また、写真から詳細なモデルを作るには SFM だけでは不十分で MVS など別の技術による後処理が必要になります。この動画ではそうした詳細部分には踏み込まず、簡便に SFM という言葉でまとめて話をします。スマートフォンを使った 3D 計測には、主にレーザー距離計測を応用したライダーと写真測量を応用した SFM があります。ライダーは Apple 製品の上位機種にのみ搭載されていますが、10万円台でレーザー計測を実現できる点がとても魅力的です。私も以前から興味を持っていて、本チャンネルでもライダー計測に関する動画を公開しています。一方 SFM は写真さえ撮れれば良いので、多くの OS や機種に対応可能です。実際、高精度にモデルを作る場合には、スマートフォンではなく一眼レフカメラで撮像し、高性能パソコンで処理することが多いです。ライダーと SFM にはそれぞれ特徴があります。ライダーはレーザー計測を使っていますので、ハンディ計測では形状再現性が低くなるものの、おおよその実寸を捉えることができます。一方で SFM では、単体では絶対寸法を正しく求めることができませんが、測定対象物の形状をきれいに再現することができます。このため一部のアプリでは SFM とライダーを組み合わせて計測性能を向上させています。試験ですが、ライダーと SFM の両方をフル活用できる iPhone Pro がおすすめです。この動画でも iPhone 17 Pro を使用します。では実際に計測してみます。今回はナイアンティック社のスキャニバースとキリ社のキリエンジンという2つのアプリを試します。まずはスキャニバースです。アプリを起動してプラスボタンを押すと、スプラットとメッシュの選択が出るので、メッシュを選びます。次に対象物の大きさを選ぶ画面が表示されます。今回は TTS 厚木オフィスの玄関部分を計測するので、大きなオブジェクト、エリアを選びます。玄関の周囲を歩きながら撮影していきます。測定対象の全体をゆっくり隙間なく撮影します。SFM では写真館に共通した特徴を見つけることによって画像が撮像された位置を相対的に求めます。このため写真館を十分にラップさせることと写真の中に多くの特徴を含ませることがポイントです。今回撮影している玄関は写真が白い壁ばかりになってテクスチャーが乏しくなりがちです。このため反対側の壁近くから遠目で撮って床と天井の模様を写真の中に含ませるように工夫しました。撮影が終わると点群処理に進みます。処理モードですが、今回は写真を処理するので右側のディティールを選びます。1分ほどでモデルが生成されます。スマートフォン表示だと見づらいので、モデルのエクスポートから OBJ 形式で出力し、Google ドライブを介してパソコンに移動します。エクスポートしたモデルをポリワークスで表示してみます。通常3次元測定器で測った座標データはミリメートル単位になるのですが、今回はメートルを選びます。テクスチャーを表示するととてもリアルです。
次に切りエンジンを使います。写真の撮り方のコツはスキャニバースと同じで、個々の写真の中に多くの特徴が含まれるようにします。切りエンジンではシャッターを自分でコントロールできます。勝手にシャッターを切ってくれる自動モードや動画での撮影も可能なのですが、今回に関しては手動でたくさん撮るやり方が有利でした。撮影後画像をアップロードという画面が出ます。これはキリのサーバーにデータを送信してサーバー側で点群処理をする仕組みです。30分ほど経つとモデルが作成されました。各アプリで作ったモデルをポリワークスからインポートして、ライカ ATS600 で取得した点群から作成したメッシュと比較してみます。ざっと位置合わせをすると、スキャニバースで作成したモデルは ATS600 の点群とおおよそ一致していることがわかります。一方、キリエンジンのモデルは実寸よりも随分小さいことが確認できます。スキャニバースとキリエンジンには大きく2つの違いがありました。一つはモデル生成までにかかる時間。もう一つが寸法の正確性です。実はこれらは SFM の原理的な限界によるもので、SFM を活用していく上で重要なポイントになってきます。まず事実として、スキャニバースの方が短時間でモデルを作ってくれたわけですが、これはキリエンジンが遅いのではありません。むしろスキャニバースが例外的に速いと言えます。その背景には制作元のナイアンティク社独自の AI 技術メニーデプスがあります。 SFM の後処理部分を AI に置き換えることで、従来高性能デスクトップパソコンでしかできなかった処理をスマートフォン上で実現しています。キリエンジンのバックエンドはより標準的なアルゴリズムを採用していると推察されます。スマートフォンで処理するには重すぎるため、サーバーに画像をアップロードし、処理が終わったらダウンロードする方式です。このアップロード、計算処理、ダウンロードの3段階に時間がかかっているのが処理時間の原因です。次にモデルの寸法がおかしくなる理由ですが、これもキリエンジンが手を抜いているわけではありません。そもそも SFM は原理的にノンスケールになります。写真を見て周囲の物体との比較から写っている人物が小柄そうだとは分かっても、身長が何センチと正確には分かりませんよね。同様に SFM は相対的な形状再現はできますが、絶対寸法は推定できません。この問題に対してはいくつかの工夫が存在します。例えば測量分野では、距離が分かっている目印を同時に撮影してスケーリングします。スキャニバースの場合、iPhone のライダーセンサーを使ってスケール情報を保管しているのだと思います。ライダー非搭載スマートフォンでスキャニバースを使うと、キリエンジンと同様に寸法がずれるはずです。これまでの話を聞くと、スキャニバースの方が優れているように思われるかもしれません。確かにアプリの完成度としてはスキャニバースの方が高く、一般ユーザーからすると受け入れやすいかもしれません。ですが私個人としては、キリエンジンにより強い興味を持っています。理由は2つあります。1点目は、スキャニバースの寸法精度にも限界があるということです。スキャニバースで取得したモデルの寸法はライダー由来ですが、iPhone ライダーにミリメートルオーダーの精度はありません。誤差の出方もランダムな傾向になるため、扱いが難しいです。この意味でスキャニバースとキリエンジンの精度差は実質的には大きくないと言えます。2点目は、キリエンジンは撮影画像の保存が可能でトレーサビリティが取れる点です。キリエンジンでは撮影した画像をローカルに保存できます。製造業では測定データの出所や計測機器の構成履歴などの追跡可能性が重要になります。スキャニバースのようにモデルや測定結果の出所が見えなくなってしまうツールは受け入れられない場合もあります。一方、キリエンジンでは
データの大元である画像を手元に残すことができます。特定の画像を取り除いたり、自分のカメラで撮った画像を追加して、キリサーバーに再アップロードして、モデルを作り直すことも可能です。このように、キリエンジンは測定エンジニアや研究者にとってありがたい仕様をいくつも持っています。最後に少し本筋からそれますが、今回この動画を撮っていて困ったことを紹介します。私が SFM についての調査・研究をしていたのは1年ほど前です。今回その時の記録をもとに動画を作りました。動画用に原価を測り直したのですが、1年前に行った計測の品質を再現できませんでした。原因はいくつか考えられます。一つは私の iPhone が変わったことです。カメラが変わってしまうと少なからず写真測量に影響が生じます。もう一つはどちらかというとこちらの影響が大きかったと思うのですが、アプリの動きが変わってしまったことです。スキャニバースに関しては1年前に使った時から明らかにメッシュの作り方が変わってモデルの容量を強制的に軽くする動きになりました。また全体的に不自然な保管がなくなり、ローなメッシュデータが出力されるようになった印象を受けました。キリについても1年前よりもシビアな撮動を求められるようになり、適当に撮動するとエラーが連発しました。もちろんこうした更新はアプリの質を向上するためのものです。しかしスマートフォンではアプリが半強制的に更新されてしまい、以前に使っていたバージョンに戻すことができません。製造業の業務フローや測定プロセスで使用する場合、一定の使い方を維持できることも非常に大切になってきます。SFM に限りませんが、スマートフォンアプリを使用する際、こうした点に留意する必要があると思います。今回の動画ではスマートフォンアプリを使った 3D 計測を試してみました。ライダー搭載の高性能スマートフォンは10万円台で購入できるため、測定器メーカーとしても非常に興味深い技術です。しかし現時点ではスマートフォン単体を測定器と呼ぶことは難しいです。このため産業用の3次元測定器と組み合わせることによって相互に弱点を補い合うのがいいと思っています。今後そうしたハイブリッドな測定活用例を紹介してまいります。今回は以上になります。ご視聴どうもありがとうございました。